本動画の結論。高速用 TPU フィラメントでスピード印刷すると超綺麗に仕上がる。今までの TPU とは違う詰まりなしの安定したゴム質素材。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんは TPU フィラメントは使われますでしょうか？今回はバンブーラボの TPU95AHF という TPU フィラメントを使ってみたいと思います。TPU は熱可塑性ポリウレタンの略で、こんな感じのゴムのような弾力、しなやかさがある樹脂です。一般的に TPU95A といったら超低速でプリントしないとノズルトラブルが起きてしまいますが、このフィラメントではついに高速プリントが可能となりました。本当に高速で使えるのか、仕上がり具合や温度変化などをいろいろと試してみますので、何かのヒントになれば幸いです。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、TPU95HF について。2、ノズル温度の違いでどう変わる？ 3、リトラクションテスト。4、どれくらい時間短縮できる？ 5、プリントの仕上がり具合を確認する。6、AMS ライトで TPU はプリントできる？以上6つを詳しく解説していきます。それでは1つ目のバンブーラボ TPU95AHF について解説していきます。TPU95AHF は公式サイトでは従来の TPU よりも3倍の速度でプリントできるようです。一般的な TPU の最大堆積速度は3から4立方ミリパーセックですが、このフィラメントは12立方ミリパーセックでプリントすることができます。ちなみにこの最大堆積速度は樹脂の種類によって違います。値を増やせば早く動作しますが、樹脂の排出が追いつかなくなる場合もあります。適正な値になっていることが重要です。続いて色についてですが、今回は黒色を使っていきます。他にも白、グレー、赤、黄色、青などがあるのでカラーバリエーションは多めですね。あとバンブーラボではマルチカラープリントができる AMS ライトというオプション品があるのですが、これが非対応となっています。また後でも出てきますが、湿気による影響がありますので乾燥ドライヤーなどの防湿対策が必要です。 AMS ライト非対応については個人的にちょっと諦められなかったので試してみました。動画の後半にご紹介したいと思います。値段は 1kg 税込み8480円とややお高めです。なかなか手が出にくい値段かもしれないですね。ただ数を多く作る大きいものをよく作る方にはメリットがありそうです。それでは2つ目のノズル温度の違いでどう変わるを解説していきます。まず最初はオルカスライサーの温度タワーを使って確認していきます。温度タワーは階層ごとに温度を変えてプリントできるので、どの辺がいい感じになるかを確認することができます。結果はこんな感じ。下の層が250度の高温エリアで、上の層が220度の低温エリアです。どの階層もブリッジ部がすごく垂れています。TPUは他の樹脂と比べてもどうしても柔らかくなる特性があるので、こんな感じになってしまいます。ただ低温エリアの方がまだマシです。高温になればなるほど柔らかくなるので、その影響が出ています。あと高温部はボソボソっとした仕上がりになっています。これはノズルから出てくる時に水分が蒸発してパチパチっと弾けてしまい、こんな感じな仕上がりになってしまいました。実はこのテストはフィラメント開封直後に試したわけではなく、少し経ってからプリントしたんですよね。ただ保管はしっかりしていましたし、使う前には乾燥ドライヤーを8時間ほど当てていたんですけど、こうなってしまいました。ちなみに乾燥ドライヤーを当てる前のテストではこんな感じで、さらにひどいです。235度付近でもボソボソな仕上がりになっちゃっています。あと糸引きもひどいですね。ドライヤー前と後を比べるとその違いがよくわかります。ただ低温エリアはその影響を比較的受けていないように見えますので、心配な場合は低温でプリントした方が良さそうです。乾燥ドライヤーは温度に加えて送風できるタイプのものが効率よく湿気を排出できるのでおすすめです。今回使ったものを概要欄に載せておきます。あとシリカゲルを使ってもいいんですが、使用前には強力乾燥剤とドライヤーを組み合わせると効果が高いです。ブログではシリカゲルと強力乾燥剤の効果を比較しているので参考にしてください。それでは3つ目のリトラクションテストを解説していきます。リトラクションはノズルからフィラメントを引き戻すことで糸引きを防止する効果があります。このテストではリトラクションの距離を変えてプリントし、その効果があるのかを見ていきます。オルカスライサーのキャリブレーションテストで引き戻し量を 0mm から始め、最後は 2mm まで行う設定にします。プリントした結果がこちら。一番下の層が引き戻し量 0mm で 0.2mm ずつ距離を刻んでいき、一番上が 2mm の引き戻し量になります。見てわかるように下も上も糸引き状況にあまり違いはありませんでした。なのでリトラクションで糸引きを解消するというよりかは、防湿除湿というところが重要かもしれません。それでは4つ目のどれくらい時間短縮できるを解説していきます。
このフィラメントは高速用なので、公式で推奨されている通り、最大堆積速度を12立方ミリパーセックにしてスライスしてみます。高速 PLA フィラメントなんかは20立方ミリパーセックだったりします。それよりは遅いですが、一般的な TPU は 3.5 くらいなので、それに比べると格段に速い値です。では結果ですが、3D ベンチは55分でプリントすることができました。一方、一般的な TPU だと1時間14分かかりました。およそ19分短縮されます。もう少し大きいモデルで確認します。HF では3時間39分に対し、通常の TPU では5時間7分でした。およそ1時間28分の差がありました。これだけ差があるともちろん速い方にもメリットがあります。今回さらに 0.6mm ノズルでプリントしてみたところ43分でプリントできました。0.4mm ノズルと比べてさらに12分の短縮をすることができました。これはいいですね。実は TPU は 0.6mm ノズルとの相性も良かったりします。ノズル径が太いので樹脂の排出がとてもスムーズに行われ、それにより流動性が良くなるのでノズルトラブルを減らしたり、またプリント時間を短くすることができます。0.6mm ノズルは結構おすすめです。0.6mm ノズルをいろいろと試した動画もありますので、そちらも参考にしてください。それでは5つ目のプリントの仕上がり具合を確認するを解説していきます。ゴム質フィラメントはノズル詰まりしやすいですが、さらに高速フィラメントだとどうなるか少し心配でした。ですが全く問題なく一度も詰まることなく使えています。これは高速設定でプリントしましたが、結構綺麗にプリントできています。続いては一般的に使われている低速設定でプリントしてみました。結果はこんな感じ。めちゃめちゃ綺麗です。糸引きも少なく、積層のムラもほとんどなかったです。品質を求めるなら低速で、時間短縮を求めるなら高速で使い分けるといいかもしれません。念のため違うモデルでも試してみます。ただこれに関しては 3D ベンチと違ってそこまで大きな差はないですね。ブリッジの垂れ、糸引き具合も似た感じです。モデルによっても差があるものとないものがありそうです。次は高速用ではない一般的な TPU95A フィラメントを使って高速設定でプリントしてみました。結果はこんな感じ。オーバーハング、C ムーブが荒れています。あわよくば安い TPU でもいけるのかなと思ったんですが、今回使ったフィラメントでは難しそうです。ちなみに低速設定でプリントしたものがこちら。フィラメントの推奨設定であれば全く問題ない感じでした。比べてみると結構な違いがありますね。メーカーによる違いもあると思いますが、こうやって見ると一般的な TPU は高速プリントに対応していない感じです。続いて 0.6mm ノズルでプリントした結果を見ていきます。バンブーラボ A1 は 0.4mm ノズルの他に 0.6mm や 0.8mm 系のノズルが使えますが、TPU に関しては 0.2mm ノズルが非推奨なので注意です。ちなみに A1 や A1 ミニはレンチ不要で交換することができますので、あまりストレスはありません。手軽に交換できるのでおすすめです。では 0.6mm ノズルでプリントした結果ですが、こんな感じです。ノズル温度は230度で、ピッチは 0.24mm でプリントしました。こちらもいい感じですね。層は厚めなので多少目立ちますが、綺麗に積み上がっています。0.18mm ピッチのテンプレートも用意されているので、より滑らかにすることも可能です。それでは6つ目の AMS ライトで TPU はプリントできるを解説していきます。バンブーラボ A1 や A1 ミニでは AMS ライトを使うと別のフィラメントを組み合わせてプリントすることができます。そのためマルチカラープリントができたり、PLA プラス PETG などの混合プリントなんかもすることができます。また通常サポート部はモデル材と同じフィラメントでサポートを立てますが、水溶性サポート材を使うと水で溶かすこともできます。水溶性サポート材に関しては別の動画で試しているので、ご興味があれば参考にしてください。ではこの AMS ライトで TPU95AHF をプリントしようとしてみた結果ですが、全然うまくいきませんでした。AMS にセットしたフィラメントを搬送しようとするのですが、うまくエクストルーダーに入り込んでくれません。一旦引き戻しが行われてリトライ動作をします。これが永遠と繰り返されてしまいます。自動供給する AMS の機構とエクストルーダーの送り出し機構がうまく噛み合っていない感じです。これができなかったのは少し残念でした。ちなみに AMS を使わない外部スプールは問題なくプリントできます。あと試してはいないですが TPU64D とかもっとコシの強いゴム質フィラメントだったらいけるかもしれませんね。それでは本動画をまとめていきます。1、バンブーラボ TPU95AHF については高速対応フィラメント、プリント時間を短くすることができます。カラーバリエーションが豊富で白、黒以外にもグレーや赤、黄色などを購入することができます。
値段は 1kg8480 円なので、通常の TPU フィラメントと比べてもやや高めになります。2、ノズル温度の違いでどう変わるでは、ブリッジ部の垂れは通常の TPU と同様で発生しやすいが、ノズルの低温の場合は比較的垂れにくい傾向がありました。高温部はボソボソな仕上がりになりやすく、低温部は光沢ができやすい傾向があります。これはフィラメントの湿気の度合いによって大きく変わってきます。また、フィラメントが吸湿しているほど糸引きの影響が大きく現れました。乾燥ドライヤー、シリカゲル、強力乾燥剤を併用することが重要となります。3、リトラクションテスト。リトラクションとは引き戻し動作のことで、垂れを減らす役割があります。リトラクション距離を変化させてテストしましたが、特に変化はありませんでした。糸引きは主に湿気の影響が大きいと感じます。4つ目のどれくらい時間短縮ができるでは、試した限りだと通常の TPU と比べて 30% ぐらい時間が短縮されました。さらに 0.6mm ノズルにすることでさらに時間短縮することができました。5つ目のプリントの仕上がり具合を確認では、高速プリント設定でも仕上がりは綺麗だったが、低速プリント設定にしたらより綺麗に仕上がりました。ただ、モデル形状によっては変わらない場合もありました。一般的な TPU フィラメントで高速プリント設定すると積層がかなり荒れてしまいました。通常速度であれば問題なく綺麗にプリントすることができました。0.6mm ノズルでプリントしても 0.4mm ノズルと変わらないくらい綺麗に仕上がりました。6つ目の AMS ライトで TPU は使えるでは、ロードがうまくいかずに結果的に使うことはできませんでした。AMS ライトを使わずに外部スプールであれば問題なくプリントできます。腰が弱いためだと考えられ、硬めのゴム質フィラメントであればできる可能性もあります。まとめは以上となります。なお、本動画でご紹介した商品・備品関連動画は概要欄でご紹介していますので参考にしてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。